ゆっくり解説。台湾の未来を読む今後の注目ポイントベスト10。ねえマリサ、最近ニュースで台湾のことをよく聞くけど、未来がどうなるか気にならない？ああ、確かに台湾は今注目されてるよな。経済や政治、技術革新に至るまで、いろんな分野で影響を与えているんだぜ。具体的にどういうところが注目されてるの？例えば、台湾は世界有数の半導体産業を持っているし、観光やデジタル経済の成長も注目されてるんだ。それに、国際社会における立場も変化してきてるし、中国との関係も含めて、今後の展開は世界全体に影響を与える可能性が高いんだよ。へえ、そんなにいろんな分野で注目されてるんだね。でも、台湾が未来に向けてどんな方向に進んでいくのか、もっと詳しく知りたいな。じゃあ、今日は台湾の未来を読む今後の注目ポイントベスト10を紹介しよう。台湾の今後に影響を与えるであろう注目のポイントを、10位から1位まで見ていくぜ。これを知っておけば、台湾の未来の方向性が少し見えてくるはずだ。なるほど。じゃあ、早速聞かせて。第10位。台湾の観光産業の拡大。台湾って観光地としても人気だよね。どうしてそんなに観光産業が注目されてるの？台湾は自然の美しさや独自の文化が豊富で、観光資源に恵まれているんだ。特に、9分や台北101、タロコ峡谷みたいな人気スポットはもちろん、最近では新しい観光地も増えていて、観光客をどんどん引きつけているんだよ。でもただ観光地が多いだけじゃなくて、他にも何か理由があるの？そうだな。台湾政府も観光産業を強化するためにいろんな施策を打ち出しているんだ。外国人観光客向けのビザ免除プログラムを拡大したり、交通インフラを整備したりして、訪れやすい環境を整えているんだ。さらに、観光業のデジタル化も進んでいて、スマートフォン一つでガイドや予約ができる仕組みも整っているんだぜ。それは便利だね。今後はどうなっていくの？観光業は今後も拡大が期待されているよ。エコツーリズムや文化体験ツアーの需要が増えてきていて、自然や伝統文化を体験できる観光がさらに人気を集めると予想されている。これが地域経済の活性化にもつながっていくんだ。台湾の観光産業、すごく未来が明るいんだね。第9位。台湾の教育改革。台湾の教育改革って、どんなことが注目されているの？台湾では、未来のグローバル社会に対応できる人材育成を、目指して教育改革が進められているんだ。クリティカルシンキングやデジタルスキルの教育が重視されていて、テクノロジーを活用した学びの環境を整えているんだよ。それは現代社会にぴったりだね。具体的にどんな改革が進められているの？台湾ではプログラミング教育が初等教育から導入されているし、英語も公用語化に向けての取り組みが進んでいるんだ。また、学校では教室のデジタル化が進んでいて、タブレット端末や電子黒板が使われているんだよ。それによって、生徒たちはリアルタイムで情報にアクセスしたり、個別に学習を進めたりすることができるようになっているんだ。それはすごい。教育のデジタル化はどんどん進んでるんだね。そして、この教育改革は台湾の経済成長にも大きく貢献している。次世代の産業に必要なスキルを持つ人材が増えれば、台湾の国際競争力もさらに高まるだろう。台湾の IT 産業やスタートアップ分野では、こうした教育が非常に役立っているんだよ。未来に向けた準備がしっかり整ってるんだね。台湾の教育改革、注目しないと。第8位。台湾のエネルギー政策。台湾のエネルギー政策って、どんな感じになっているの？台湾はエネルギーのほとんどを輸入に頼っている国なんだけど、最近は再生可能エネルギーへのシフトに力を入れているんだ。太陽光発電や風力発電といったクリーンエネルギーの導入が加速しているよ。再生可能エネルギーって、具体的にどれくらい増えてるの？台湾政府は、2030年までに再生可能エネルギーの割合を、大幅に引き上げる目標を掲げているんだ。特に太陽光発電では、設置容量を大幅に増やしていて、全国各地でソーラーパネルの設置が進んでいるんだぜ。風力発電も強化されていて、
洋上風力発電プロジェクトも展開中だ。エネルギー自給率が上がると、国としても安定するんだね。その通りだ。再生可能エネルギーを増やすことで、台湾のエネルギー安全保障が向上するし、同時に環境保護にも貢献できるんだ。今後はスマートグリッドなどの技術も導入されて、エネルギーの効率的な管理が期待されているんだよ。なるほど。エネルギー政策は未来の台湾にとって重要な鍵になりそうだね。第7位、台湾の農業技術の進展。台湾って農業も強いの？特に最近はスマート農業の技術が進んでいて、効率的な農業が注目されているんだ。気候が温暖で農作物の種類も豊富だから、台湾の農業は高いポテンシャルを持っているんだよ。スマート農業ってどういうこと？スマート農業は、AI や IoT を使って、農作業を自動化効率化する技術のことだよ。センサーやドローンを使って土壌の状態や気象データをリアルタイムで監視して、適切なタイミングで灌漑したり、肥料を施したりしているんだ。これで生産性が大幅に向上して、無駄を減らせるんだぜ。それはすごいね。それで収穫量とかも増えているの？その通りだよ。技術の導入で、収穫量は増え、品質も安定している。台湾の農業技術は海外にも輸出されていて、国際市場でも高評価を得ているんだ。これが台湾経済の一部を支えていると言っても過言じゃない。なるほどね。農業がこんなに進んでいるなんて知らなかった。台湾の未来は農業分野でも明るそうだね。環境に優しい持続可能な農業も進んでいるし、今後も台湾の農業はさらに進化していくと思うよ。第6位、台湾の半導体産業の進化。台湾の半導体産業って、世界でもすごく有名だよね。台湾は世界の半導体製造の中心地の一つで、特に TSMC、台湾石体電路製造は、世界最大の半導体ファウンドリとして知られているんだ。最先端の技術を持っていて、スマートフォンやコンピュータ、自動車に使われるチップの製造をリードしているんだぜ。どうして台湾はそんなに半導体が強いの？台湾は早くから半導体産業に投資してきたからだよ。政府と民間企業が連携して、研究開発に多額の資金を投入してきたんだ。その結果、微細化技術や製造プロセスで他の国を一歩リードしているんだ。これからも進化していくのかな？もちろんだ。台湾は今後も半導体産業の進化を続けるだろう。最近では、AI や 5G、IoT といった新しい技術に対応するためのチップ開発にも力を入れているし、環境に優しい製造プロセスの開発も進んでいるんだ。半導体の需要は今後も増え続けると予想されているから、台湾の半導体産業はこれからも世界経済の重要な一部であり続けるだろうな。すごいね。台湾の半導体産業がこれからもどんな進化を遂げるのか楽しみだね。第5位、台湾と中国の関係。台湾と中国の関係って、いつもニュースで見るけど、これからどうなっていくの？台湾と中国の関係は複雑で、将来的にも世界中が注目するポイントだな。中国は台湾を自国の一部と主張しているけど、台湾は独自の政府を持っている事実上の独立状態にある。この関係が国際社会や経済に与える影響は大きいんだよ。最近の動向ってどうなの？最近は中国が台湾周辺で軍事的な圧力を強めていて、それが台湾国内や世界中で大きな懸念を呼んでいるんだ。それに対して、台湾は防衛力を強化したり、他国との協力関係を深めたりして対応している。特にアメリカや日本との関係は非常に重要になっているね。台湾の経済とかには影響があるの？中国との緊張関係が高まると、貿易や投資にも影響が出てくる可能性がある。それでも台湾は、中国以外の国々との経済関係を強化して、リスクを分散させる努力をしているんだ。東南アジアやアメリカとの貿易関係が今後さらに重要になってくるだろう。台湾と中国の関係がこれからどう変わっていくのか、ますます目が離せないね。第4位、台湾のインフラ整備。台湾のインフラ整備って、どんなところが注目されてるの？台湾はここ数年、インフラ整備にかなり力を入れているんだ。
特に交通や通信インフラの強化が進められているよ。台湾高速鉄道や空港の拡張など、国際的な移動をスムーズにする取り組みが進んでいるんだぜ。交通インフラが整備されると、何が変わるの？交通インフラの整備は、経済発展に大きな影響を与えるんだ。人や物の移動が早く、効率的になるから、ビジネスが活性化しやすくなるんだよ。特に台湾は輸出産業が強いから、物流のスピードやコストの削減は重要なんだ。観光産業にも大きく貢献している。通信インフラって？通信インフラも重要だ。台湾は 5G の導入を積極的に進めていて、これが産業全体に大きな影響を与えることが期待されている。IoT や AI、としての発展に必要不可欠な基盤になるんだよ。高速で安定した通信環境が整えば、台湾はデジタル社会への移行を一気に進められるだろうね。インフラが整うことで、台湾の未来はますます明るくなりそうだね。第3位、台湾のデジタル経済の成長。デジタル経済って、具体的にどういうこと？デジタル経済っていうのは、IT 技術を活用してビジネスや経済活動を進めることを指すんだ。台湾はこの分野で急速に成長しているよ。スタートアップや電子商取引が盛んになってきているんだ。スタートアップって、どんな企業があるの？ AI やブロックチェーン技術を活用した企業や、オンラインプラットフォームを提供する企業がどんどん出てきているんだ。台湾は技術力が高いから、海外市場にも進出している企業が多いんだよ。フィンテックや医療テクノロジー分野でも注目を集めているんだ。台湾ってそんなにデジタル分野で進んでいたんだね。これからも成長するのかな？台湾政府もデジタル経済の推進に力を入れているし、5G の導入や AI 技術の活用が進んでいる。これにより、より多くの企業がデジタル分野に参入し、台湾の国際競争力がさらに高まると予想されているんだ。将来的には、アジア全体のデジタルハブになる可能性もあるんだぜ。デジタル経済の発展が台湾の未来に大きく影響しそうだね。第2位、台湾の国際的な役割の強化。台湾って、国際社会でどんな役割を果たしているの？台湾は国際社会でますます重要な役割を果たしているんだ。技術分野や人道支援、国際協力の分野で大きな影響力を持っているよ。台湾の半導体産業は世界の IT 産業を支えているし、災害時の国際支援や医療分野でも評価が高いんだ。国連とかには参加してないんだよね？そうだね。台湾はまだ国連には加盟していないけど、他の国々との二国間関係を強化して、国際的な影響力を高めているんだ。アメリカや日本、ヨーロッパ諸国とは緊密な協力関係を築いていて、特に経済や技術の分野での連携が強いんだよ。最近だと、どんな国際的な活動があるの？新型コロナウイルスのパンデミックに対する迅速な対応が注目されたよ。台湾は早期に厳格な感染対策を実施して、国内の感染拡大を抑えたんだ。その経験をもとに、他国への医療支援やマスクの提供など、人道的な支援活動でも国際社会で評価を高めたんだぜ。国際的な役割がどんどん広がっているんだね。台湾の存在感がこれからも増していきそうだね。第1位、台湾の技術革新と未来のリーダーシップ。台湾って技術革新の面で本当にすごいんだね。台湾は半導体産業だけじゃなくて、スマートシティ技術など、最先端の技術革新でも世界をリードしているんだ。台湾の企業は技術開発において非常に高い競争力を持っていて、新しい技術の導入が早いんだよ。5G ってよく聞くけど、それがどうして重要なの？ 5G は次世代の通信技術で、通信速度が圧倒的に速いだけじゃなくて、多くのデバイスを同時に接続できるようになるんだ。これによって、IoT や自動運転、遠隔医療なんかがさらに進化するんだよ。台湾はこの分野で早期に 5G を導入していて、世界の技術革新をリードする役割を果たしているんだ。台湾は今後も技術革新でどんどんリーダーシップを発揮していくの？台湾は、特にスタートアップ企業の支援に力を入れていて、新しい技術やビジネスモデルが次々と生まれている。
政府も技術革新を後押ししているから、今後も台湾がアジア全体、ひいては世界の技術リーダーとして活躍することが期待されているんだ。台湾の未来は、まさに技術の革新とともにあるんだぜ。総評またはまとめ。台湾の未来について色々聞いてきたけど、どれも重要なポイントばかりだったね。台湾は半導体産業やデジタル経済、観光、教育、エネルギーといった多くの分野でリーダーシップを発揮しているし、これからもその影響力は増していくだろう。特に技術革新は台湾の強みであり、今後の発展に大きく寄与するだろうね。台湾と中国の関係がどうなるかも気になるところだよね。政治的な問題が台湾の未来にどれだけ影響を与えるかが不安だよ。確かに、中国との関係は台湾にとって大きな課題だ。特に安全保障や経済的な面で、これからの展開が台湾の未来に大きく影響を与えるかもしれない。ただ、台湾は国際社会での存在感を強めているし、他の国々との協力も進めているから、逆にこの状況をうまく利用してさらなる発展を目指すこともできるはずだ。そうだね。台湾の技術力や経済の強さを活かして、さらに飛躍してほしいな。国際的なリーダーシップを発揮するかどうかにかかっている。これからも台湾の動向に注目していこうぜ。台湾の未来がどうなるのか楽しみだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。